ただいたのが白い。はい、いただきましたように、今2階建てのプレハブのハウスがですね、このエリアには17棟建っております。全個室が1000個ございます。これはすべて全室埋まってるんですか？現在はですね、色の上の方合わせて約7割ですね。7割、まあ先だけはすべて入っている。地震発生の時の時間になっているそうです。スクリーニングレベルを満足した車のみ20キロ圏外の方へ出ていくという形になります。で、1日に大体、GM 間の検視機、後ろカメラ撮ってますよ。車の外表面、あと内部、それとあと運転手さん、で検問を路上に下ってきまして、出たらすぐの交差点を左折すると、まさしく今、皆さん歩いたこの道路になります。で、その道路を来ましたら、そこに交通整理員がいます。で、20キロ圏内に入る車はこっち来てくださいよということで、この車両数人上に案内され、そこだとタンクの方に全て保管するという形をとってございます。じゃあ、一旦こっちの方へ。東京電力関係だと最大区抜いてやるんですけど、自衛隊さんもなんかどこにちょっとそのあたりは自衛隊さんとか警察さんとかが以上がこちらの方の説明になります。各作業員の方、乗務員の方に接触して、それから荷物を受け取って、
だったんだけど、それでグリップと手に使うような。ただいまの線量ですが、0.05 ミリシーベルトパワー。ここの真正面の白い建物、協力された。この建物を、この今確か止まってる試験車がですね、ちょっと見ていただきます。これも同じの専用装置。いけないですよ。まだいけんでしたっけ？2号機の方のこっちからシャッターを下げてください。シャッターを下げるんですね。はい。海側の方は大丈夫です。はい、ここからすみません、ちょっと制限が。トールがあるんで、トールはやめてください。どのトール？あ、大丈夫です。あれ。道路の方もあるんだな。これはない。栗田さんに言って、これ1号機。1号機のサービス建屋。
の中で、ペットボックスを積み上げているところがご覧になれるかというのを、名神事業とにお集まりの皆さん、ご苦労様でございます。本日は国の大臣、それから園田政務官、私どもお約束させていただきますので、どうぞ最後まで皆様方とも力を合わせて取り組んでまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。避難地域を自分の目で見て、耳で聞いて、肌で匂いを嗅いで、触れるものは触ってみて、食べれるものは食べてみて、育っていただきたいと思います。そしてぜひ福島が世界にマイナス以上早く福島を再生されて、やっぱり福島ってすごいよ、日本という国は本当にすごい国なんだ。言葉、激励の言葉に対する感謝の意を込めます。それからこれから私どもがですね、このちょっと待ってください。ごめんなさい。今電気やってるんでごめんなさいね。周辺の住民の方にご安心いただける程度のプラントは安定していると。だけど作業するのはまだまだ厳しい、状況があるということだと思ってます。感覚的に言いますと、この1週間はですね、極端なこと言うともう死ぬだろうと思ったことが数度ありましたという状況を過ごしたということになるかと思います。原子炉の現在の状態なんですけれども、はい、いつも先が見えない。最悪するともう本当にメルトがもうどんどん進んでいってですね、コントロール不能になるという状態を感じましたので、そういう時に、これで終わりかなという感じをしたという所長がその安定してきたとか、本社に何か要望というのはありますでしょうか。一度もですね諦めることなくですね現場を励まし、この現場を守っていただいたと、それが今をですねこうしてこういう状態に持っていっている、最大の要因だというふうに思っています。